さんこんにちは、北床宗太郎です。今回はですね、名古屋のザ・ウィズというね、僕が名古屋でワークショップをやらせてもらったりとか、セッションとか、やらせていただいているお店で撮影をしております。YouTube、僕のチャンネルの中では初めてのトーク企画ということで、素敵なゲストをお迎えしました。素晴らしい名古屋のジャズバイオリニストでございます。佐治拓人さんです。こんにちは。こんにちは。ようこそチャンネルに。ありがとうございます。ね、よろしくお願いします。本当にやろうとコラボそうですね。しながらなかなか実現しなかったんですけど、いろんなね状況で、で今回ちょっとコラボレーションが実現したということで、先ほど演奏をですね取らせていただいて、2人でバイオリンデュオということで演奏しましたけど、どうでしたか？いや、なかなか普段バイオリンデュオで演奏すること、そもそもデュオで演奏すること自体がやっぱり少ないんですけど、バイオリンデュオっていう編成はジャズでやることは本当にないので、とても楽しくて、ちょっともう自分でもハラハラドキドキしながら演奏してとても楽しかったです。ありがとうございます。結構ね、やっぱり緊張もするんですけど、デュオって相手が1人なんで、お互いが聴くみたいなね、結構これはピアノトリオと一緒に演奏するってなると3人聴かないといけないとかね、そういう意味ではデュオって緊張感もあるけど、はい、お互いの演奏をですね楽しみながら、今もね演奏したんですけど、僕も楽しく演奏ができました。本当にいろんなスタンダードをね、演奏して、もうパッパッパッて撮って、そうですね、今回はカメラとかもね、何台も置いて、撮影をしましたので、ね、そちらの動画の方もぜひお楽しみください。ご覧ください。はい、佐治さんに、ちょっと話をお聞きしたいんですけども、はい、もともとジャズを始めたきっかけっていうのは何かありますか？大学に入った時ですけれども、その時にはもう、昔からちょっとクラシックバイオリンをやっていて、バイオリンの活動を続けたいな、何かやりたいなと思った時に、大学に入った時にやっぱりジャズ研究会があったんですね、でジャズそれまで今までやったこともなかったし、バイオリンっていう楽器だったので音楽やりたいけど入れるかなって思ってずっと悩んでた時がありまして、その音楽大学に入ったってことですか？その時は、一般の大学でした、はい、全く音楽とは関係ない道だったんですけれども、そちらでたまたまちょっとジャズでバイオリンの人っているのかなと思って、YouTube で検索してたら、ステファン・グラッペリの動画が出てきまして、もうそれを聞いた時に、その頃はまだジャズについて特に全然わからなかったんですけど、こんな楽しそうで自由な演奏があるんだということに驚きましてですね、そこからもうとにかくやってみようということで、ジャズの特にジャズバイオリンの先輩とかはいなかったんですけども、ジャズ圏に入って、そこがスタートのきっかけでしたね。なるほど。僕もそうなんですけど、ジャズバイオリン知るきっかけになるのは、ジャズバイオリンの巨匠と言われるね、ステファン・グラッペリというフランスの、本当に素晴らしいジャズバイオリニストがいたんですけど、僕も同じ感じなのでね、やっぱり影響を受けている人ってたくさんいると思うんですけど、なんか練習とか上達するスピードとか生活の中でどんな感じだったですか？そうですね、特にジャズ圏の頃はもう本当に結構がむしゃらにというか、特にその練習の方法とかもあまりわからないまま、とりあえずやっぱりジャズを聴くしかないと思って、バイオリンのプレイヤーとかバイオリンじゃないプレイヤーとかを聴いて、誰が好き？そうですね、聴いていたのはやっぱりとにかく花形のサックスとかを聴いた方がかっこいいなと思ったので、ソニースティットですとかスタンゲッツですとかサックスプレイヤー、あとピアノのプレイヤーとかも好きだったので、なかなかこうバイオリンで真似するのはとても難しいですけど、オスカー・ピーターソンとかスイング系の方が特に好きで真似しようと頑張ってました。それがじゃあ何歳の時ですかね？20歳前後ぐらいの時の話ですね。なるほど。そこからですね、僕と知り合うきっかけというかね、その後はどんな感じですかね？ジャズ圏に入った影響もありまして、もうちょっと本当にジャズが好きになって、でその時は普通のもう一般の大学、一般の科目だったんですけど、そこでちょっと本格的にやっぱりもっと音楽やってみたいなって思いになりまして、そこでちょっと大学を抜けて、辞めて、そこからジャズの学べる音楽の専門学校、今は、ちょっとなくなってしまったんですけど、高野音楽学院と名古屋にあった学校で、2年間。それは何歳の時ですか？それが、20歳の時だったので、20歳から
2の時なんですね。なるほど。大学3年みたいな感じの年の時に、音楽のところに行ったと。はい、そうですね。なるほど。やっぱ自分には音楽が自分にとっては大事だったと。そうですね。もちろん悩みに悩んだんですけど、やっぱりこう一番やりたいこと、とにかくチャレンジしたい、続けたいっていう思いが強く出まして、もっと勉強しようと思いました。その時に。大学はジャズバイオリンのなんか科があったんですか？紅葉の時はですね、ジャズバイオリン科というものは紅葉にはなくて、一般的なそのバイオリンコースがありました。で、僕の入っていたのは、どちらかというと演奏のバイオリン専攻の方も一応入ってはいたんですけど、それと同時に、作編曲コースというやつですね。じゃあメインは作曲家、編曲家の、はい、コースで入っていました。なるほど。そういうのはなんかテストがあるんですか？テストありましたね。もう音楽理論の知識だとか、曲のアレンジに対する知識、あともちろん技能ですね。これができるかみたいなの。技能はバイオリンとピアノとか？基本的には、主専攻の楽器、僕の場合はバイオリンのテストでこうもう初見で譜面を渡されて何小節、これを弾いてこれが弾けたらとりあえずこのグレードというかこれぐらいですねみたいなラインがあって、ひたすらに初見力とこう緊張を鍛えられていきました。じゃあそこでの、新しい生活、はい、練習の仕方とかそれはどうだったんですか？そうですね、もう学校に入ってからもうじっくりと打ち込めるようになったのと、ジャズバイオリンの先生はいらっしゃらなかったんですけども、ジャズピアノの先生、サックスの先生、トランペットの先生、もうジャズの専攻の先生がたくさんいらっしゃったので、そちらで、ジャズのことについて知識と、あと実際にバンドのアンサンブルの勉強などができたので、もう一気にモチベーションが高まって、充実した練習と演奏などの時間を費やすことができました。そのじゃあ後ですかね、僕と知り合うのは。そうですね。なので22から23にかけてのあたりの頃になりますかね。紅葉がちょっとその時に諸事情でいなくなってしまいまして、もうどうしようかな、もう少し特にジャズバイオリンについて学びたかったんだけどみたいなのがちょっと心に残っていて、そこでちょっと学べる方法というか、やっぱりジャズバイオリンの方に本格的に聴いてみたいという思いが高まっていまして、そこでずっと探していたら北友さんの名前をお見かけしまして、そちらでもこう駆け込み体験レッスンにで演奏を聴かせていただいて、この人に習いたいと思って、そこから教えていただいてます。まだ中日ビルでしたもんね。そうですね。今は懐かしい中日ビル。もう今跡形もなくっていう感じ。そうですね。中日文化センターの中にね、名古屋音楽学校というところがあって、もちろん今もう名古屋音楽学校の本校で、レッスンを僕はしてるんですけど、それまでは中日ビルの方で教えてたので、そこに一人の青年がやってきたということですよね。でなんかやっぱり最初にね来た時はやっぱりその音楽をね専門に勉強してたという話聞いてたので、そういうそのジャズをねバイオリンをやるっていうプレイヤーが名古屋でもそういう人がいるんだなっていう感じ、でどんどんやっぱり練習をね一緒にしながら、楽器の話とかね、バイオリンをどうやって美しく弾くかとか、もちろん理論の話もあったりとか、実践的なねアドリブの演奏をしたりとか、一緒に勉強してきた感じなんですけど、来始めてどれぐらい何年ぐらいですかね。4年5年ぐらい経ってますかね。ここ最近本当に久志さんの演奏は本当になんていうのかな、日に日にというか、僕毎月ね名古屋に来るんですけど、その度にいいところがすごい増えていって、なんかねやっぱり積み重ねてきたことがどんどんそのアウトプットできるようになると。でこれはやっぱり続けてないとこういうことは起きないわけですよね。そうですね。途中でやめてたりしたらもちろんずっと続けててめげてた時期とか
がったりへこんだりっていうのを繰り返しだったんですけど。そうですよ、みんなまあめげたりもしますしね。けどそれでもやめずにその続けてきたことで、まあ、どんどん楽しめるように、ね、なってくるという、まあ、感じだと思うんですけどね。ジャズのことを勉強したいなと思ってし始めるんだけどなかなか続かなくて、その楽しさを得るまでにやめてしまうような、そうですね、結構ねそういう、方を僕は少なくないなと思うんですけど、やっぱりそこまでどれぐらいの続けられるかって、それぐらいやっぱり、どのジャンルでもそうだと思うんですけどね。そうですね。今楽しいですか？はい、すごく楽しいです。もう本当に最初そのジャズをやり始めた時とか、もう上手い人にたくさん囲まれて、やっぱアップアップだったというか、いっぱいいっぱいで、なんかもう出るのもセッションとか演奏するのもなんかもう申し訳ないなみたいな気分でいっぱいだったんですけど、今はもうそれよりもこういう人たちと一緒に演奏できる機会があったりとか、一緒に演奏して一緒に音を出すことでいろんなことを学んだりとか、もうそういう楽しさの方が強まってきて、今はもう演奏すること自体にはもう変な卑屈な気持ちはほぼなくなりました。やっぱり自信もついてきたりとかね、やっぱり経験を積み重ねることで舞台にも慣れてきたりとか、一緒にね共演する人ともあまり物おじせずにっていう、もちろん上手い人は上手いから一緒にステージ立ってて、いやすごい人と僕今ステージ立ってるなと思うことはあってもね、自分のその至らなさも含めてもう自分で認めて、そこに立つしかないっていう、ある種の割り切りもね必要かなと思いますけどね。これからまた名古屋でねいろんな活動されると思うんですけども、ライブもやってたりとか、あと教えることもね、はい、どんな活動をこれからしていきたいですか？そうですね、やっぱり一番今主軸に据えているというか、一番好きなジャズバイオリンのプレイを、続けていって、ジャズバイオリン自分がもちろん楽しむのと、あとジャズバイオリンっていうものを皆さんにある演奏を知っていただけるのもとても嬉しいと思っています。あとその一方で今、バイオリン1本で演奏するようなちょっとエレクトリックなバイオリンを使ったソロパフォーマンスですね。これは北戸さんも、やられてますね。僕が先ですよ、はい、そうですねそれ教えてもらった側ですからもちろんそうなんですいや今ねちょっとあれなんですけど、けどね僕ももちろんやってんだけど、それを見て自分もやろうって言って本当にやってくれる人ってなかなかいないんですよ。そうなんですかね。なんかね、なんていうのかな、ループパフォーマンスってだからちょっと自分でやってて不安になる時があってあんまり受けないのかなと。であとプレイヤーにとってそれって面白くないのかなっていうのがちょっと一つねなんか疑問なんですよね。すごい僕は楽しいわけですよ。なんかもう一人の自分とセッションしてるとか、もう二人の自分とセッションしてるとか、なんかそういう気分になるんですけど、でそれってもうすごいジャズ的なやっぱり行為だと思うんですよね、ループパフォーマンスって。バッキングトラック作って演奏して、それに合わせてまたハーモニーつけて、でチョップでリズムつけてとかって なると、すごいなんかクリエイティブな行為だなと思ってるんですけど、どうなんですかね。そうですね、やっぱりやってる人間は楽しいっていうのがもちろんあるので、それが外までどこまでその楽しさを伝えて、いけるかっていうところが一番のその課題。そこら辺のギャップはねあんのかなってなんか最近思うんですけど、だけどねなんていうのかな、それだから分かりやすくしようっていうね、どうやってやってるのかを理解したいっていう人は、調べるんじゃないかと思うわけですよ。だから全てを理解されなくてもいいかなっていう気もしてるんですね。なるほど。一方で感じた音楽がいいなと思ってもらえればそれでまずいいかなと、ただバッキングをやるっていうことがあるじゃないですか。そうです、大前提に。なのでバイオリニストでそのバッキングをうまく演奏ができるできないって結構やっぱりそこがポイントかなと思うんですね。そうですね、基本的にもやっぱり単旋律というか、メロディーを奏でる楽器なので、ジャズでやっていてもほとんどがアドリブ旋律を奏でて、でそこにピアノの人とかがそのバッキングを入れることが多いので、なかなかバイオリニストがそのバッキングを入れることはもう少ないというか珍しいですよね。でなんかちょっと大胆な発言をすると、
バッキングができないんじゃないかなと。だからループパフォーマンスやらないんじゃないかと思ってるんですよ。なのでみんなバッキングを練習したらいいなでそれがですね今日の、デュオのねコラボレーションの演奏につながってくるわけなんですよ。自分がバッキングができれば相手バイオリニストがいてもお互いでコンピングって、バッキングし合いながらね演奏ができるわけなんですけど、まだそういうところのコンピングをですね、しっかりなんか演奏できる構築できる人って本当に数少ないと思うんですね。特に日本とかでは、もちろんそういう演奏の文化がないっていうのもあるんですけど、なんか少人数でバイオリン2台でセッションできるんだよっていうところを今回はそういうところを見てもらいたいなと思っています。またぜひこちらのチャンネルも出演していただいて、はい、ありがとうございます。いろんなね博士的なところもねあるんですよ。いろんな機材とかね滑らかにもっと滑らかに喋ってくれると思うので、ね、なかなかなんていうかなフランクなね話題とかもちょっと今度は話してそうですねいきましょう。はい、今回はですね、名古屋のジャズバイオリニストの佐治さんに、来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。